はい、どうもこんにちは。今回はですね、マツダのロードスターと、スズキのスイフトスポーツと、比較した動画を、作ってみました。で、今回ですね、この2台のスポーツカーを、比較するにあたっての経緯なんですけれども、今スポーツカーの購入を、検討している、友人がいるんですけれども、彼の付き添いという形でこの2台を、同じ日にですね、試乗してきました。ですので、あくまで今回はですね、試乗したレベルの中の走行での比較となりますので、ちょっとその点をですね、ご了承いただきながら、ご覧いただければと、思っております。まずですね、今回比較をしたのはこちらのグレードになります。ロードスターはですね、100周年記念車の、オートマ車です。対して、スイスポは、ベースグレードのマニュアル車となっています。本当はですね、オートママニュアルかどちらかで揃えたかったんですけれども、ちょっと事情がありまして、それがちょっと叶いませんでした。さて、この2台のですね、試乗比較をしてですね、いきなりちょっと結論からお伝えしようと思うんですけれども、結論としてどちらが、優劣があったかという話なんですけれども、はい、これはですね、比較しちゃダメな、2台だなって思いました。すみません、おいおいって思った方いらっしゃるかもしれないんですけれども、ちゃんと説明しますね。まず同じ日にこの両車をですね、試乗してみて、個人的に感じたところなんですけれども、多分この2台コンセプトがそもそも違うんじゃないかなって感じたんですよ。向いてる方向性がですね、ちょっと違うなと思ったんですよ。ちょっとこの言葉だけだと分かりにくいと思いますので、一台一台ですね、順番にお話をしていきます。まずはですね、スイフトスポーツからの方が、分かりやすいと思うので、こちらからお話をしていきますと、高速道路を含むですね、日常使いの中で言うと、これスポーツカーとして評価をするのであれば、僕は断然スイフトスポーツの方が、いいんじゃないかなと思いました。なんて言えばいいんですかね、アドレナリンを分泌させて、こう刺激的で楽しい走りを、したいって思うのであれば、この2であれば、スイフトスポーツの方が良いと、思いました。で、その一番の要因というのがですね、パワートレインです。これもう全然加速感が違うんですよ。まず、こちらを見ていただきたいんですけれども、この2台のですね、最大の、相違点としてはですね、最大トルク値が、やっぱり全然違うなというところですね。ロードスターが、15.5 キロに対して、スイスポはなんと 23.4 キロもあります。10キロ近く違ってきちゃってるわけですね。で、トルクカーブの方はですね、ロードスターが4500回転で最大トルクが発生するのに対して、スイスポは、2500から3500回転で、フラットに発生します。ですので、その低速域から中速域では、スイスポの方がですね、街乗りとかだとどうしても有利に感じてしまうのは、仕方がないと思うんですけれども、ただこのスイスポが有利に、なる点を踏まえてもですね、スイスポの加速感というのは別格だと思いました。もう別格も別格です。で、これはですね、運転を、その友人がですね試乗しているところを、運転しながら話をしている動画っていうのがあるんですけれども、この彼の反応を見ていただくのが一番分かりやすいと思いますので、こちらをご覧ください。本当はもっと聞かないといけないですけど、うわー、危ない。すいません。なんだこれ、すげえ、トルクがすげえ、なんだこれ、なんだこの車。これ左の速度、これ左です。はい、そう左です。加速はなんか全然なんかいいんですけど。いや、その音聞いてて分かりますよ。やばい、加速がとりあえずやばいっすよこれ。でも日常使いとかは絶対こっちの方が合うんですよね。こっちの方がいいですね。だから高速道路とかに乗った時に、やっぱりそのよく使う回転域で最大トルクがこっちの方が出るから、だからなんかその週末移動してくる時は
こっちの方が使い勝手いいんじゃねえかなとは思ったんですよね、ロードスター。こっちの方が楽か楽というか多分こっちの坂道めっちゃ出るなこれすげえ引っ張ってくる。今何回転ぐらいですか？これ3000まで出てないっすよ。2500。ああ、だから多分それが一番ああすげえ。最大トルク出てるんで、あ、これはハマったらやばいっすよ。これ売れるわ売れますよ。これ売れるわこれなんか隣に乗ってても分かるもんだ本当っすか。これ売れるわこれ運転してて楽しい結構ね、買っていただいたお客様は皆さん満足してますよね。いやでしょうね。これ不安な人いないっすね。これ200万前後で買えちゃうのはそうですよね。ちょっとずるいっすわ。エンジン音がカーブも楽しいなこれ。エンジンエン音がいいっすジンもいいっすね。で、なんかこのスポーツカー独特のあれはあるんですよね、衝撃は。はいはいはい。だけどこのフィット感と悪くないっすね。そう突き上げっていいっすね。そうこの楽しい突き上げ。硬いサスペンションとそうそうそう設定とこの座椅子のフィット感がなんかちょうどいいっていうかあー気持ちがいいぐらいま足いいっすね。で確かに。これはすごいな。足の突き上げいいっすね。はい、動画の中で彼も一番最初驚いていましたけど、もう加速感が本当に違うんですよ。この時はですね、僕は助手席で、撮影をしていたんですけれども、加速感とかの違いが助手席からでももう分かるぐらいのレベルで違います。もう出だしから加速感が全然違うんですよ。で今回は、市場でしたので街乗り走行にはなったんですけれども、おそらく高速道路に乗ったとしてもこの評価変わらないんじゃないかなと思います。ですので、街乗りから高速道路までのですね走行性能という意味では、僕ら2人の中ではスイスポの方が圧勝だったんじゃないかなと思っています。さらにこの2台をですね比較するときに、目に見えるところで一番分かりやすい違いっていうのが、シートなんじゃないかなと思います。ロードスターの方は後で、お話ししますので、まずはスイスポからなんですけれども、こちらはですねセミバケットシートが、標準装備されているんですね。なので、背中に対するこの接地感というかフォールド感がですね、ロードスターと比較すると全然違いますね。スイスポの方がもうかっちり背中を押さえてくれる感っていうのがもう分かりやすく感じます。で足回りの硬さなんですけれども、足回りもスイスポの方がよりスポーティーな、セッティングで、なんていうんですかね、ちょっと硬めにセッティングされているような気がしました。でこの足回りの硬さとこのシートのですね、ホールド感っていうのがスイフトはすごく絶妙でですね、ノーマル装備ながらですね、これはスポーツカーだなと思わせてくれるような、そんな車になっていたと思いました。次にですね、ロードスターなんですけれども、先ほどのお話でスポーツ性能ではですね、あくまで日常使いの中ですけれども、スイスポの方に分があるとお伝えしたんですけれども、今回試乗してみて改めて思ったんですけれども、そもそもロードスターってスポーツカーとして評価するのってちょっと違うんじゃないかって思ったんですよ。で、ちょっとここから僕が感じたですね、乗ってみて感じたロードスターの魅力というのをですね、多分こういうことなんじゃないかなっていう点をお話ししていきますね。で、まずその1点目というのが、やっぱりデザインじゃないかなと思うんですよ。なんといってもなんかこう一目で上品でおしゃれな車って分かる車じゃないですか。で、この車って、遠目から見てもロードスターが来たって分かるような様子をしていると思うんですよ。これはですね、今の時代に、2シーターオープンっていうのがですね、もう少なくなってるっていうことにも気にしてると思うんですけれども、このスタイリングっていうのは、一種の特別感みたいなものがあるんじゃないかなと思っています。例えばですけれども、イメージしていただくといいと思うんですけど、この車で、おしゃれなカフェにですね、乗り付けて、駐車場に停めてですね、昼下がりから冷たいカフェオレなんか飲んで過ごすっていうような、そんなシーンを想像してみると、なんかおしゃれな、ミニシアター映画のワンシーンみたいじゃないかなって思うんですよ。で、この車の、一番の魅力っていうのは、そういうスタイリングを楽しむ車なんじゃないかなって、乗ってみて改めて、感じました。
そして2点目の、ロードスターの魅力はですね、アイデンティティじゃないかなと思っております。ロードスターのアイデンティティといえばですね、こんなものが挙げられるわけなんですけれども、1点目がですね、ライトウェイトである、それから2シーターの、オープンカー、今の時代に珍しい FR 駆動、これらを、備えたですね国産車であるっていうことですね。で、おそらく、これらを全て満たしている車って今だともうほとんどないんじゃないかなって、思うくらい希少じゃないかなと思います。中にはS660 とか、コペンとかあるわけなんですけれども、ただこれらの車と違うのはロードスターにはさらに歴史があるっていうことですね。で、これも何よりも大きいと思います。一番最初の、NA がですね、デビューしてから、もう30年以上経つんですけれども、今言ったような、アイデンティティをですね、守りながらですね、崩さずに守りながらブレずに、作られている、国産車っていうのは多分ロードスターぐらいしかないんじゃないかなと思うんですよ。で、そう考えるとですね、このロードスターのこの魅力っていうのは、まずこのスタイリングとこの歴史あるアイデンティティっていうのを、楽しむっていうことが一番なんじゃないかなって僕は今回思い直しました。で、先ほどスイスポのところでですね、シートの比較が一番分かりやすいんじゃないかっていう話が出たと思うんですけれども、ロードスターのシートはですね、スイスポほどですね、ホールド感っていうのないんですよ。で、足回りの方も固めは固めなんですけれども、スイスポほどスポーティーな硬さでは、ないように感じました。シートの話をしますけれども、ロードスターの方がですね、スイスポよりも、乗用車寄りの発想で作られているっていう気がしました。今回のこの100周年記念車は、ホロの色に合わせてですね、真っ赤なレザーシートが、装備されているんですけれども、この赤がですね、ものすごい綺麗な色をしているんですけれども、レザーの質感というのも、もう触った感じも見た感じも上質なのが、もう分かるぐらいなものになっています。で、そうしてでこの2台のシートの違いから分かるのはですね、もうスイスポはよりスポーツカー寄りに作られていて、ロードスターっていうのはそれより乗用車ベースに作られていて、そこの中に少しラグジュアリーですね、ラグジュアリーなスパイスっていうのを足したような車なんじゃないかなってことが分かるんじゃないかなと思いました。それからこのコンセプトの違いっていうことで言えば、ターゲットの層がですね、そもそも違うんじゃないかっていうことじゃないかと思うんですよ。まずロードスターからなんですけれども、先ほどお伝えしたようにこの車はですね、歴史のあるモデルになってくるので、やっぱりですね、往年のロードスターの愛好家の方たちをですね、第一に考えているように感じるんですよ。で、最初の NA のですね、デビューがもう30年以上経っておりますので、それを考えるとターゲットにしている世代っていうのは、少しご年配の、高めの世代の方なように、思うんですよ。そう考えるとですね、なんて言えばいいんですかね、スポーティーさよりも、上質な部分とか、ロードスターらしさっていうところに、焦点が当てられているってことにもすごく納得できるんですよね。世代が高くなられた方で、例えばセカンドライフ迎えられている方なんかがちょっとやんちゃな車でキビキビ走りたいっていうのが僕はあんまりちょっとイメージができないんで、それよりはなんかゆっくり流すように、乗ってみたいっていうような方のニーズの方が高いような気がしたので、そう考えるとこのロードスターがこういう風に作られてるっていうのはすごく納得が、勝手に僕は一人で納得してるんですけど、する車なんかなと思いました。で、スイスポの方はというと、逆にもうちょっと若い世代の方ですね、20代とか、30代で、少しやんちゃな方の、ターゲットにしているんじゃないかなと思いました。例えば、日光なんか行くといろは坂とかですね、行くとですね、オープンカーとか、スポーツカーでですね、男の子同士でツーリングしているような若い子たちっていうのはたまに見かけるんですけど、あんな若いちょっと走りを楽しみたいっていう人向けの車なんじゃないかなっていう気が、します。なので、なんて言えばいいんですかね、こ
車の価格もですね、200万前後で買える車の中では最もエキサイティングな車じゃないかと思ってますし、カスタムなんか施せばですね、さらにエキサイティングな車が完成しちゃうわけですよ。で、このロードスターとスイスポって、同じ、1500cc クラスの、スポーツカーというカテゴリーなので、YouTube の動画なんかも見てみてもですね、割とこう比較されやすいのかなっていう気がしていたんですけれども、今回僕が、乗ったところでは、そもそもこれ方向性が違う車だなというふうに感じました。今回お話ししたような、感じでですね捉えていただけた方が、これは一体どっちが自分に合った車なのかっていうのが、ちょっと見えてきやすいのかなと思いましたので、今回ちょっと動画にさせていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、友人の、購入を検討しているっていう前提でですね、市場に付き合っていったっていうことではあったんですけれども、この当の本人ですね、どうかというと、すごい悩んでます今というのもですね、もともと彼の気持ちっていうのは、ロードスターの方が強かったんですよ。なんでかっていうと、かっこいいからです他にもそれっぽい理由をいろいろ僕に言ってきてるんですけれども、正直ロードスターの方が見た目が好みなだけだと思います別にそれでもいいんですけれども、で今回の市場は僕が、結構スイスポはいいよっていうことを彼に勧めたんですよ。で、それを聞いた彼は、正直最初の印象で言うとスイスポかよみたいな、本当にそんなにいいの、でもそこまで言うなら試しに乗ってみるぐらいはいいかもなみたいな、そんなぐらいのノリだったんですよ。それで、今回同じ日に試乗しに行ったわけなんですけれども、その前日とかもう前段階からはスイスポのことなんかほとんど調べないでロードスターの動画とかばっかり見てたらしいんですよ。それぐらいのノリだったんですよ。ところがですよ、乗り出した時の感覚があまりにも違うんですよ。でこう刺激的で楽しい車っていう観点では彼の中ではスイスポの方が、勝ってしまったんですよ。僕もそう思うんですけど、だから、彼の中では、多分こんな風になってるんじゃないかなと思うんですね。見た目で言えば、ロードスターの方がかっこいいよなと。でも、楽しさとかで言ったらスイスポの方が楽しそうだなっていう、こんな風な、葛藤が出て悩みモードで入っちゃったんですよ。なんか好きなデザインを取るか、楽しい走行性を取るか、なんかそんな感じで悩んじゃってて、いるんですけれども、僕はちょっとどっちも正解だろうと思ってますし、間違いなんてないと思ってるんですよ。なので、ちょっとこの彼にはですね、とことん悩んでもらって、悩んでる時間ってすごい楽しいので、その時間そのものを楽しんでもらいたいなと思っています。はい、それでは今回はここまでにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。